今日は機内持ち込み用のバッグの中身をやりたいと思います。まずバッグは、毎回いろいろ持つっちゃ持つけど、最近比較的これ便利だなって思ってるのが、この2つ。なんで2つ持つかっていうと、1つはお預け荷物、スーツケースとかで一緒に預ける荷物の中に入れれないもの、例えば充電式のものとかね、バッテリー系のものですよね。そっちが預け荷物には入らないので、こっちに持つという意味で1個ちょっと大きめのこのパソコン入れる袋、ここにカメラとかバッテリー系とかを入れたりします。でこっちは私の手荷物ですね。完全にこっちも手荷物なんですけど、こっちは普段用のバッグで旅行でも使えるし、機内に持ち込むものとしていろいろとね入れます。でこれはね、こうやってこうかけたらね、ここでこうできるし、後ろでこんな感じかな。で前にもこう持ってきたら荷物こうね、めっちゃ楽だし、すごい便利で、私はいつもこれを使ってるんですけど、この中身を紹介していきます。まずね、マスクですね。マスクは普通にすっぴんの時が多いのと、あと乾燥したりとかもするし、いろいろとねマスクはつけてます。で私基本的にね、機内は移動なので、すっぴんです。ほぼほぼすっぴんで行くから。で次、歯ブラシは短いね飛行時間とかだったら別にバッグの中に入れとく意味もないんですけど、私は常に歯ブラシはバッグに入れてて、でも長い時間飛行機に乗るとき、なんか例えばヨーロッパとかアメリカの方行くってなって10時間とか8時間とか乗るってなってくると、食事とかも間で1回とかもしくは2回3回あったりする場合もあるので、歯ブラシとかね、歯磨きセットはあるといいです。で歯磨き粉もね、ちっちゃいやつのこのホテルとかでよく使えるあれを一緒に入れてます。でこれ歯ブラシなんですけど、これね前なんか紹介したかな、充電式のこの歯ブラシをね、ここにセットしてこうやって閉じると、こうやってね殺菌ばい菌を殺してくれてね、衛生的にいい状態を保てるっていうね、これでなんかよくこれケースのやつもあるんですよ、この殺菌してくれるやつが。でもケースのやつだとめっちゃでかくなっちゃうから、私はこの頭のヘッドの部分だけつけれるやつでこれにしました。これを買いました。最近だとね、可愛いカカオフレンズとかね、キャラクターものもいっぱいあります。あとね、これ日焼け止めかな。日焼け止め結構入れてることが多いです。日焼け止めもね、ちっちゃいやつじゃなきゃ入らないです。たまにね、ダメな時は没収されたりするんで、日焼け止めはね、常に塗り直さないと。日焼け止めってなんか前聞いたのが、なんかだいたい効果が、日焼け止め自体にもよるんですけど、2、3時間とかでSPF50 とかの PA++++4+ のやつとかでも結構短かったりするんですよ。だからもう日焼け止めは常になんか塗り直した方がいいっていうのを聞いて、だからもう常に塗り直せるようにと思ってます。さらっとしたタイプが好きで、このスキンアクアトーンアップ UV エッセンス、トーンアップもしてくれるし UV で SPF も50だしの、これをよく使ってますね。で私が飛行機に乗る時といえば、海外に行く時が多いから、なんかこうおしぼり出なかったりとか、なんか手洗いたいなってそこで思った時、食べ歩きしてる時とかにいつも入れてるのはこちら、除菌用のジェルですね。除菌ジェル、これでこうやって手にちょっとだけこうのせてね、透明のジェルなんですけど、こうすると除菌ができるっていう、手の除菌、これで手洗った代わりになるし、でさらっとしてるんですぐね乾いちゃって、香りもめちゃくちゃいい。これはねマカオで買ったやつなんですけど、お店の名前どこだったかな、すごい人気のお店です。すごい曖昧な説明。はい、こちらですねの除菌のやつ、このポケットタイプと、あとこれね紙石鹸です。私はこういうのはだいたいダイソーとか100均で買うことが多いんですけど、韓国ダイソーでもよくね紙石鹸持ち歩きに売ってて、こんな感じで紙みたいになって、メモみたいになってるんですけど、1枚ペロンと取ると石鹸になります。使い切りの、これも便利ですね。あと、充電器バッテリーは絶対必要。まずスーツケースに入れれないこともあるし、これでね、携帯とかなんか充電、LCC とかに乗ると充電できるとこがついてなかったりするじゃないですか。 USB 入るとこがなかったりだとか。なので充電器は絶対必要かな。飛行機で携帯使えなくなったら本当にすることなくなってくるから、もう映画見れない時もあるじゃないですか、 LCC とかだとね。でね、次がなんかちょっと簡単に食べるガムが入ってますね。今だったらこれもう今ホテルについてるが台湾のガムですね。このガムマンゴーのガムなんですけど、めちゃくちゃなんていうの、これさ、知っとる？食べた？食べてない。これさ、発火のミントが強いん知っと。これ一気にパーンって目覚めるよ。お前ダメじゃん。食べてみて。いや、意外と、葉っぱ食べれるの違いや、そんな発火いいほどじゃないけど、ミントで、しかもちょっとね、青いつぶつぶが入ってて、どう？マンゴー味やけどミント強ない？普通のやつより。強い。
ミントが強い。これ眠気覚ますやつやな。そう多分そうこれですね。ミントが強烈に強くて、なんか甘い味食べたい人はこれ。でも結構辛さが強い。美味しい。あとはまあハンドクリーム。これね難しいのが、冬だったらハンドクリームを優先したいけど、夏だったらこの日焼け止めを優先したい。はい。あとねお財布はねすごい私いつもヴィトンのやつ持ったけどね、できるだけ高いものは旅行の時はあんまり、海外旅行の時はね持って行きたくないなって思って、なくなっても嫌だし、そう私忘れっぽいのもあるから、だからこういう簡易のね簡単なやつなんですけど、ここに今日だったら台湾ドルのお金が入ってるのと、クレジットカードですね。今ここねクレジットカードこっちにもあるんですけど、クレジットカードは基本、何枚か持っていきます。例えば何枚か持っていくって言ってもビザばっかり持ってても意味なくって、私は絶対ビザとマスターカードと JCB とみたいな感じで、種類の違うねクレジットカードを、2、3枚持っていくかなって感じです。お店によってこれしか使えないですよとかもよくあるし、だから数枚持っていく。こっちには今ね、ここに貼ってるのと、こっちあとねこっちにもこんな感じで、はい、これはねカードケース入れに入れてて、ここがね挟んでこうどっかつけれるようになってるから、バッグとかのねこういうとこにこうやってつけとくとめっちゃ便利なんですよ。なんでかっていうと、クレジットで支払い手段する方はすごいそれでさっと出せるから、バッグ開けなくてもいいし、さらにこっちにねこれ、台湾の場合だと、台湾じゃなくてもいろんな国で交通カードってありますよね。公共交通機関を乗る際のカード、バスとか、地下鉄とかねタクシーとかをこの1枚で、お支払いピッてできるやつ、それ1個持ってるとこなんで、私は香港と台湾と韓国と日本のやつ4つは常に旅行バッグに入れてるんですけど、これは台湾のやつで UU カードっていうやつなんですね。でこれもピッて毎回するからそれで便利なんで、ここにねカード入れに入れてます。ここにこうつけるやつ、バッグに挟んでつけるやつがあるのが便利です。ちなみに私はこれめっちゃ可愛くないですか？コーチのこれ限定で出たの欲しくって、もうこれをお気に入りのやつですね。あとごめんなさい、お気に入りのガムってきた。これがお気に入りすぎて、濃梅の塩の濃梅のやつ、ガムこれめっちゃ美味しい。他の動画で多分出したと思いますけど、あとねちょっとしたなんかこうカード入れ、まだこっちもある。これも可愛くないですか？ごめんなさい、これはもう単純にコーチのやつで、さっきのシリーズものですね。こっちほら、このシリーズ出てた時のこれ全部揃えたいぐらい好きだった。これ他にもあるんですけどね、このシリーズこんな感じになってるのと、あとウェットティッシュは欲しいな。ウェットティッシュは入れておきたい。あとね何気に便利なのが、これまだ開けてないんですけど、デリケートウェットティッシュ、なんかこう海外でねトイレ行った時にトイレでねさっぱり使えるやつですね。こういうのとかもあると便利ですよね。私は基本外にあるウォシュレットはあんまり、外のやつってなんとなく他の人もいろんな人が使ってるから嫌だなと思ってあんまり使いたくなくって、でこういうのあるとすごい便利だなって思います。これは簡単に安く買ったね、なんか日本でファミリーマートで買ったやつか。でこっちはフレッシュフローラルな香りで専用のやつなんで、こういうの持ってるといいかなって思います。でお尻にも優しくっていい香りだし、あとトイレの後はね流せるので、そのまま流せるのがまず便利。あとシュシュですね。これ機内食とか食べるときにちょっと髪くくらなきゃいけなかったりとかで結構必要なので、はい、常に持ってる。あとお水ですね。お水の買うポイントなんですけど、旅行行ってる方なら当然のようにわかると思うんですけど、チェックインカウンター、航空会社のチェックインカウンターでチェックインした後に、空港でね乗る前にした後に、その後荷物検査とかボーディングパスね、体のチェックとか、あと税関通るじゃないですか。通った後に中で水を絶対買います。その前まではちっちゃいペットボトルでもうチェックインで入るまでのちょっと飲みたいぐらいを持っといて、どうせそこでね荷物検査とかで全部お水捨てなきゃいけないんで、海外の時はもう液体類は全部捨てるというか持ち込みができないから、絶対これは中で買います。空港でチェックインして中入ってしまった後に、はい、買って。で私はなんでこれお水なのに中が茶色いかっていうと、普段持ち歩きの1本ずつスティックタイプになってる粉状のお茶のこうなんか粉みたいなのを持って、それをいつもお水の中に入れてこう振るだけで完成するやつ。使い切りだからね、あとはゴミ捨てたらいいだけだし、はい、それを持っててお茶にして飲みます。あえてお茶を買うのもありなんですけど、海外とかだったらなんかどのお茶が美味しいかとかどんな味のお茶か分かんないじゃないですか。だから安定的に普段飲んでるスティックタイプのを買っとくといいです。はい、毎回味も変えながら緑茶だったり、ボリ茶、麦茶とかね、
な感じ。レモングラスとかも美味しいですよね。でね、あとはまあ化粧品系をちょっと化粧直しする際に、化粧直し言ったって化粧してない時がよくあるから、化粧してる時は化粧直しも入れるかなって感じですね。はい、こんな感じでちょっとしたファンデーションと、これちょっと今回はでっかいの持ってる。持ち込みの荷物も、容量が液体系はすごく決まってるんで、これは多分、このサイズ微妙じゃないかな。ダメか。30ミリだったらギリいけるか。その乗る前にチェックしてください。機内持ち込み用は何ミリまでの液体だったらいけるところをちゃんとチェックして持っていくといいと思います。私はもう基本的に化粧直しなんてたかが1回ぐらいじゃないですか、もし化粧してたとしても。だからよくね、化粧品屋さん行って買い物したらサンプルでくれる1回用のやつ、あんなんとか持ってると便利ですよね。はい。で、次がこれこの2つは普通にリップクロスとかね、いろいろそんな感じ、口紅みたいな感じですね。基本は化粧しないんですけどね、飛行機乗ってる時は飛行機時間の間に意味なくただ座ってるのに化粧してるの意味ないなって私は思っていつもしない。ついてからするが結構鉄則です。あと充電器ですね。ちょっとした充電器は入れておきます。こっちにも入ってる充電器を充電する充電器のやつと、あとここに入ってるこのコンセントのやつと、この充電 iPhone とかね iPad を充電できるやつですね。ちなみにパソコンと今日は持ってきてないんですけど iPad も普段は機内に持ち込みます。ちなみにね、このコンセントのこの部分なんですけど、出発する国のものと着いた時の国のものの充電器のこのプラグの部分を持っているといいと思います。機内の中で USB でのこれでこのまま差し込めるやつあるじゃないですか。あれだったらいいんですけど、たまになんかこうプラグでそのままこういうので入れるやつとかだったらもうプラグが合わなかったら最悪ですよ。でも大体着く国か出発する国かのどっちかのプラグになってると思うので、両方安定的に持ってるのが安全かなとは思います。以上かな。あとちなみになんかこう付け足しで言うと、非常口のあたりの座席あるじゃないですか。あそこってバッグとかそういうのを下にも置けないし、全部持ち物の荷物はポケットに入れれるもの以外は上に入れなきゃいけないんですよ。で、上に入れなきゃいけないから着陸と離陸の時ってシートベルトして動けないじゃないですか。だから物が使いたくても取れないんですねっていうのもあるし、上で安定的にこう走行中でも揺れが大きい時って結構ずっとシートベルトつけっぱなしだと上の荷物とかも取れないから、物をね飛行機に乗ってる時に入れて結構使いたいって方は非常口のあたり、席は広くていいんですけどあんまり選ばない方がいいですね。ごめんなさい、私の情報は結構旅行をね結構頻繁に行くよとかよく言って方にはあんまり必要ない当たり前の知識ばっかりなんですけど、一応ね旅行をこれから初めてだとかなんかいろいろそういう方のために一応説明は入れてます。あと海外旅行行く時の鉄則で結構チャックのあるバッグがいいと思います。いろんな意味で。あと1個その現地のね旅行する先のお金に換金すると思うんですけど、これね行く国とかによってちょっとね前もって調べた方がいいです。いろんなパターンがあるので、例えば私が今回来てる台湾の場合だと、私の場合はソウルの韓国出発じゃないですか。で、私はもうこれ完全に旅行をよくする方に聞いたんですけど、台湾行く場合だと一番いいお得な換金の方法は韓国のウォンからその台湾ドルに変える場合ですね。で、一番お得なのはまず韓国の銀行でドルに変えるんですよ。だからウォンからドルに。で、ドルを台湾に持ってって、ドルから台湾ドルに変えるのが一番手数料やらないやらいろいろとお得って聞きました。その理由ねちょっと忘れちゃったんですけど、とかも理由は自分で分かってなくてもどれがお得とかいうのはネットで検索したら大体出るので、そういうのは前もって調べてどういう換金方法がいいかっていうのをね、行く国とか出発する国とか変えたい元々のお金のねあれとかで調べたらいいと思います。あと旅行行く方は台湾旅行行って台湾旅行から帰ってきてまたいつか台湾行くだろうなって思ってる方はそれもう換金しない方がいいです。一回変えるごとにすごい手数料やなので取られちゃうので、もう前使ったやつをずっと持っててまたいつか台湾行く時のためにとかで持っとくのが一番私はいいなと、すごい効率的だって、もしかしたらずっと行かないよって思ってる方もまた行く日は来るかもしれないし、はい、よかったらねこういうのもぜひ参考にしてみてください。以上、とぎもちの機内手荷物のバッグの中身紹介でした。日焼け止めを優先したい。ただ飛行機の上ってすごいんですよ、日差しの紫外線が。冬も夏もできればこっちの日焼け止めを重視したいなと思います。窓際飛ぶなっていう話。そうだけんね、通路側がいいよ。でもさ、綺麗な外見たいやん。雲の上におる感じめっちゃ綺麗やん。地球感じるやん。そう
やろう。うん